今回は台北で最も売れない超高級物件に来てみました。こんにちは、翔です。今日はですね、僕は台北市の信義区というところに来ています。ここは有名な観光地の台北101がある場所で、台北の中でもかなり開発が進んでいる地区になります。で、僕が今ここにいるのは、その信義区の中でも信義計画区と言われるさらに開発が進んでいる153ヘクタールの地区に来ています。で、今回見に来たのが、建設されてから6年経つのに全然売れてない超高級物件があるらしいんですよ。で、それがここにあるこれなんですけど、タオズーインユエンという超高級物件になります。で、奥にねちらっと101見えるんですけど、今日ちょっとあいにくの天気で台風が近づいているってことでちょっと天気が悪いんですけど、大雨が降り始める前にちょっと撮影進めていきたいと思います。この信義計画区なんですけど、なんとここには500平方メートルの中に15個もデパートが存在します。このデパートの数っていうのは全世界で1位の密集度らしいです。そんなデパートが超密集して開発が進んで、さらに有名な観光地の台北101があるこの地区のこの物件がなんと全く売れてないらしいです。僕が調べたところ、ここには倉庫数40個あるんですけど、なんと1個しか売れてないです。この建物は地上21階建ての地下4階で、高さは93メートルあります。倉庫数は40個あって、なんと各個300坪以上の部屋があります。これは部屋の中でフットサルができるぐらいの広さがあります。この建物はベルギーで有名な建築家のヴィンセント・カレボーっていう方が設計した物件で、ウェイジングループ傘下の中華工程という会社がここのタオズーインユエンを建設しました。2013年に着工して2018年に完成した建物です。ここの総工費は80億元で、日本円にすると約350億円かけて作られました。ここの土地にはもともとアゴラガーデンというホテルがあって、そこの土地の約2700坪の土地にタオズーインユエンが作られました。でね、ここね、周り見渡してもらえたら分かるんですけど、このタオズーインユエンの周りは本当に開発されている地区で、かなり高層の建物とか、かなり街がきれいに整備されている場所になります。今ここにちらっと映った建物あるんですけど、今あれ建設中の建物でスカイ台北という建物で、2027年に開業するホテルと商業施設が一体型になった超高層ビルです。で、あのビルが完成することによって信義計画区のデパートの数は16個になって、さらにデパートの密度が増します。この建物は DNA の二重らせんをイメージしたねじれ構造になっていて、各階が 4.5 度ずつ傾いて、最終的には90度傾くように設計されて作られた建物です。見てもらったら分かるんですけど、かなり変な形してますねこんな形のマンション見たことないですね。台湾ではこれは腰をひねった人って言われてるらしいです。で、これ建物見てもらえると分かるんですけど、めちゃくちゃ植林されてるじゃないですか。これは垂直森林と言われる設計をしていて、この敷地内には約 2.3 万本の樹林と植物が植えられています。で、ここを建築したウェイジングループっていうのは、都市の中の森林として環境に貢献するためにこちらの建物を作りました。で、ここにある 2.3 万本の植物たちは年間で130トンの CO2 を吸収するらしいです。で、今ね、このタオズーインユエンの横を歩いてるんですけど、なんでこの中には9メートルの滝だったりだとか、雨水を再利用する気候であったりだとか、太陽光発電が設置してるらしくて、本当に都会の中にあるけどエコな建物っていうことで、この台北のシンボルとして建てられました。でね、これ入り口見てくださいこんな立派な建物ですよ。入り口もものすごく大きくて、これ上見ると分かるんですけど、下から見ると本当になんか建物がせり出して今にも落ちてきそうな構造してますね。このタオズーインユエンには監視カメラがいっぱい設置されていて、変な人が中に侵入しないような防犯対策もかなりしっかりしています。で、さらにはこの建物、なんと耐震構造がめちゃくちゃしっかりしています。台湾っていうのは日本と同じで地震がものすごく多い国なんですけど、なんとこの建物2500年に1回の強さの地震にも耐えられる設計になっているらしいです。ちょっとよくわかんないですけど、そのぐらいの強さの地震に耐えられる構造になっているらしいです。この建物が2018年に
完成してからもう6年経つんですけど、1個しか売れてない理由として、まず一番最初に挙げられるのが、ここの価格がめちゃくちゃ高いんですよ。で、どのぐらい高いかっていうと、1個最低18億元から22億元の幅でここが販売されています。で、それ日本円にするといくらぐらいかっていうと、最低80億円ぐらいからの物件になります。さらに一番高い部屋でいうと30億元以上の部屋もここに存在します。日本円にすると大体140億円ぐらいの部屋がここに販売されています。その値段が高すぎて、まず台湾の人たちはここを買わないっていうのも一つあるんですけど、さらにそこに追い打ちをかけているのが高額な維持費です。ここかなり中に施設が充実していて、都会の中にいるけど自然を感じられるように中に高さ9メートルの滝があったりだとか、あとなんとこの中には7基のエレベーターがあって、そのエレベーターは実は車を乗せることができます。自家用車をエレベーターに乗せて部屋まで持っていくことも可能です。充実した施設があるんですけど、維持管理費がめちゃくちゃ高いんですよ。で、僕調べたんですけど、月に維持管理費どのくらいかかるかって言ったら、1個あたり月に16万元かかります。日本円にすると約70万円で、年間840万円の維持費がかかります。僕からするともうそれが家賃ですら高いのに、購入するのに何十億も払うのに、維持管理費だけで毎月70万円ぐらいかかるっていうことで、その維持管理費の高さがここが空き部屋になっている理由らしいです。で、さらにここが空き部屋になっている理由がもう一つあって、ここ審査めちゃくちゃ厳しいらしいんですよ。で、普通不動産とか借りる時って、審査があって、その人がどういう人とか所得がどのくらいあるとか、普通だったら調べられると思うんですけど、ここの審査がもう厳しすぎて普通の人はまず買えないです。どういった人が買えるかって言ったら、まず社会的な地位がある人、あと財力がある人、さらに会社の信用がある人じゃないと買えません。例えば僕が100億円持っていきなりここ買いたいですって言っても買えないです。誰にでも売るっていうスタンスではなくて、本当に社会的に信用のある人とか、そういった地位がある人にしか販売しないっていうスタンスなので、まず普通の人は買えないです。なのでここが空き物件だらけになってます。で、あとはこの新イークなんですけど、この建物の値段っていうのがだいたい80億円からだいたい140億円ぐらいなんですけど、これは新イークの他の高級住宅の約2倍以上の値段します。っていうことで、この建物だけじゃなくて周りに他にいい物件がたくさんあるのに、わざわざここ買わないよねっていうことで、ここを買う人がかなり少ないらしいです。でもこうやって見ても周り本当に緑だらけで、簡単に人が入れないようにやっぱり監視カメラもすごいいっぱい設置してあるので、警備面はめちゃくちゃ充実してます。あと設備もめちゃくちゃ充実しているんですけど、値段が高すぎる理由であったりだとか、維持管理費が高すぎるっていう理由でここは1個しか売れてないらしいんですけど、ここを建築したウェイジングループは別に1個しか売れてなくても全然気にしてなくて、それはなぜかって言ったら、この建物はもちろん売るために作ったんですけど、台北市のエコシンボルとしてこの建物を建築したっていう理由が一番大きいんですよ。単なる住居ではなくて、この台北市の中でこんなエコな建築物があるんだよっていうことをアピールしたくてここを建築したらしいです。例えばここが観光地みたいな感じになって SNS 映えのスポットであったりだとか、そういった用途で活用して台北市にはこんな素晴らしいエコな建築物があるっていうのをウェイジングループはここでアピールしたいらしいです。こんなに立派な建物あるのに1個だけしか売れてないっていうのがちょっと残念ではありますけどね。しかもその購入した会社っていうのがこのウェイジングループの関連会社のチェンヤオゴンシーという会社が7階の一室を購入したらしいです。なので結局関連会社にしかまだ売れてないっていう、台北で最も高級なのに最も売れていないガラガラの空き物件になりますね。で、せっかくなんでね、この周り歩いてるだけじゃ面白くないんで、ちょっと周りに結構高層ビルがあって、その上からタオズーインエンを見ることができるビルがあるので、ちょっとそっちの方行ってここの景色を見ていきたいと思います。この辺の隙間からちょっと部屋見えるんですけど、本当に周りに大きい草木がたくさんあるので、あんまり中をしっかり見ることはちょっとできないですね。でね、せっかくだったらね、中入りたいなと思ったんですけど、一般人はこう絶対に入れません。まず審査がかなり厳しくて、かなり限られた人しか入居できないんで、まず一般人の立ち入りはほぼできないです。なので映像とか用意するので、それを見てちょっと中の様子を確認してみてください。今ここを歩いてるんですけど、マジで大都会ですね。台湾って普通古くて低層の建物が多いんですけど、ここの新意計画区はもう全て新しくて全て高層ですね。うわーすごいな。デパートの方向かって歩いてきたんですけど、あそこにタオズーインユエンが見えて、ここに来ると先ほど言ったデパート群があるんですよ。徒歩3分ぐらいでもうこれだけデパートがたくさんある場所に着けるので、立地としてはかなりいいですね。今なんかベアブリックのイベントやってますね。
お、すごいな。中にベアブリックいっぱいありますね。このベアブリックっていうのはテディベアを作った会社が現代風のぬいぐるみを作ろうっていうことでこのベアブリックという人形が作られたんですけど、この人形たちは世界でももう大人気な人形たちですね。ここに仮木のベアブリックありますね。これは日本の木で作られたベアブリックですね。すげえ。値段もなかなか可愛くないですからね。この大きさ1個で28,800円なんで、10万円以上しますね。でも可愛いな。ここにはなんと九谷焼で作られたベアブリックがありますね。お値段多分とんでもないと思いますよ、これは。おお、14万8800円。本当に100万円近くしますね。うわ、すごいな、ベアブリックって本当に。今デパートのテラス来たんですけど、ここからなら結構綺麗に見えますね。ちょっとこのカメラちょっと望遠の機能が弱いのであんまり近くまで寄れないんですけど、二重らせん構造の建物を眺めることができます。もうちょっと天気が良ければね、もっと綺麗に映ったと思うんですけど、今日ちょっとあいにくの天気ということで、こんな感じでお許しください。今回は台湾で最も売れていない超高級物件っていうのを見に来たんですけど、あそこのね値段が高すぎたりだとか、維持費が高すぎるとか、いろんな理由があってあそこは全然売れてないんですけど、今後ねあそこを購入したいっていう方がもしいらっしゃったらぜひ名乗り出て、あそこを買えるかどうかのまず審査が必要なので、あそこの建設会社のねウェイジングループに交渉してみて、ぜひあそこのタオズーインユエンを買ってみてください。この動画が面白いと思ってくださった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。